ガンダムバルバトスの魅力を最大限に引き出し、躍動感を演出し、ディスプレイし、動かし、遊べる。そんな汎用性に優れたジオラマを今回は作る。どうも、ダーティーです。今回は HG ガンダムバルバトスのジオラマ制作のジオラマ編で、もう一本の動画の方でバルバトスの完成までをし、こちらはジオラマの完成までの解説動画となります。そしてこの動画だけを見てもジオラマはバルバトス以外にも使えるものになっていますので、制作の参考にしていただければと思います。で、こちらすでにいろいろなものが並んでいるんですが、すべて100均で買えるアイテムで、概要欄にも載せておきます。これらを使って一緒に作っていきましょう。フェーズ1、下準備。ではこちらダイソーさんで買ってきた 2L 版のフォトフレームを土台に使っていきます。まずはセイターを外して付属していたフィルムと紙を抜きます。そしてジオラマの支柱のための穴を開けるのですが、今回は真ん中の少し下寄りに穴を開けます。目見当で大体でいいので、穴を開ける箇所に印をつけます。本当にちょっと下ぐらいですね。そして皆さんご存知だと思いますが、山田化学さんが生産しているこの100均スタンドを支柱にします。今回使うのはこの真ん中の部分だけです。このようにぶっ刺して使うのですが、軸元が邪魔なのでラジオペンチで切り飛ばしていきます。これめちゃくちゃ硬いので2分ぐらい格闘しました。ちなみにラジオペンチも100均なものです。長さは後で調整するので、軸元だけ切り飛ばせば OK です。その後に支柱と同じぐらいの太さのピンバイスで土台に穴を開けていきます。ピンバイスは100均で買えるのですが、持っているなら電動ドリルの方が手っ取り早く穴を開けられます。手の怪我だけは気をつけてくださいね。そして支柱が入るか確認して入れば OK です。あとはセイタをフレームに戻して留め具を閉じて下準備完了です。フェーズ2、岩作り。ではポリスチレンフォームを使って岩を製作していきます。まずフォトフレームの中心に当ててサイズ感をつかみます。今回は長い方に半分に切って岩を作っていきます。物差しもなしでざっくり半分にカッターを使って切っていきます。カットできれば次はなんとなくでいいので山なりになるように切り出していきます。かなり尖った三角形みたいな形ですね。このように何個か切り出していきます。そして切り出したものをフォトフレームに一度並べてみます。今回は中心から外側に向かって岩が飛び出している状態を作りたいので、足りなければ足してざっくりこんな感じです。で、次は切り出した三角形の尖った方の角を削り出します。上から見ると四角形になっている角の部分ですね。これをカッターで切っていきます。要するに今は形が整ってて綺麗なんですけども、切り出していびつな形の多角形にしていくっていうことですね。この作業を切り出した岩すべてに行っていきます。見ての通りかなりアバウトで大丈夫です。そしてもう一度ここでイメージをつかむためにフォトフレームに並べていきます。そして今回フォトフレームを立てた状態でも使いたいので、下の面に来る岩を調整していきます。フォトフレームに当たる面を斜めに切って貼り付けた時に下につかないようにカットしていきます。今回選んだフォトフレームなんですが、外側がせり上がったものを選んでいます。これは岩を貼り付けた時に自然に角度が均一になるので、このようなフォトフレームをチョイスしています。そして他の岩もフォトフレームとの接地面を調整してマスキングテープで一度貼り付けてみました。こんな感じでざっくりでいいので、その都度イメージしやすいようにしていくとジオラマ作りはいいと思います。バルバトスも一度当ててみて、ジオラマとの距離がありすぎたので支柱を調整して少しカットしました。そして仮止めした岩を外す時にさっきのイメージと変わらないように番号を振って配置が変わらないようにしていきます。僕は単純に上から時計回りに数字を振っています。次はダイソーさんで550円で買えるハンダゴテを使ってより岩らしくしていきます。温めたハンダゴテをスチレンフォームの上に軽く当ててスーッと撫でるように当てていきます。押し当てずにスーッとです。
もし当てるとシュワッと溶け込んでこんな感じにへこみます。なので優しく吸うです。吸うしか言ってないな。ちなみにこの作業をやるとめちゃくちゃ臭いので十分に換気を行ってください。あと一応説明しておくと、この煙みたいなものは炭素と水蒸気なので体には無害なので安心してください。たまに黒い煙も上がるんですが、これは不完全燃焼で出るすすなのでこれも大丈夫です。あとはやけどや置いた時の火事に注意してくださいね。あとは土台に貼り付ける面以外をハンダゴテに当てれば完成です。少しは岩っぽく見えてきましたか？これをすべての切り出した岩に作業していきます。フェーズ3、ベース作り。では本格的にジオラマ作りに入っていきます。まずレジ袋を用意してトイレットペーパーをちぎって袋に入れます。結構多めに入れてください。そこに水を加えます。トイレットペーパー全体が濡れるぐらいの水の量です。そしたらトイレットペーパーをちぎってほぐしていきます。で、これはティッシュじゃなくトイレットペーパーで行ってください。トイレットペーパーは水で半分溶けるので、この後の作業がやりやすいです。それが終われば木工用ボンドを加えていきます。ざっくりとこんな量です。そして紙粘土を加えて袋の中でよく混ぜ合わせていきます。紙粘土は軽いタイプのものの方が仕上がったジオラマが軽量化されるのでおすすめです。混ぜ終わりがこんな感じです。紙粘土だけだと滑らかすぎるのでケバケバ感を出すためにトイレットペーパーを加えています。ペーパーが少ないと思ったら混ぜてる途中で足しても大丈夫です。次はベースのフォトフレームに木工用ボンドを垂らしてまんべんなく広げていきます。これは手でも筆を使ってもいいんですが、ゴム手袋をしていると作業が手早く楽にできます。ボンドを広げ終われば、次は紙粘土をざっくりフォトフレームに広げていきます。この時紙粘土を全部使わずに 2,3 割程度残しておいてください。こんな感じでざっくり全体に紙粘土を広げて、広げ終えれば先ほど作った岩を配置していきます。こんな感じですね。そして次に100均の園芸コーナーで買えるバークチップを使って岩と岩の間にランダムに差し込んでいきます。もしバークチップを置いた時に紙粘土にしっかり刺さらないようであれば紙粘土を足していってください。紙粘土にも木工用ボンドを混ぜたのはこの時の接着剤にするためだったんです。紙粘土を直接足しにくい場合はバークチップ自体に紙粘土をつけてから差し込んでいくといいです。中心から2割ぐらいは開けてある程度チップを敷き詰めたら支柱を刺して周辺に紙粘土をつけておきます。最終的にこんな感じで敷き詰めました。少し岩の上にもチップを貼り付けています。そして横から見た時なんですが、しっかりフレームからはみ出すくらい紙粘土をつけておいてください。雑で大丈夫です。次は使い捨てのコップに木工用ボンドと水を入れてボンド水を作ります。感覚で言うとさらりとしたボンドぐらいの水加減にしておいてください。それを紙粘土部分に塗っていきます。この時フォトフレームの下に何か挟んで高さを出した方が作業がしやすいです。しっかりサイド部分もボンド水を塗っていきます。こちらもダイソーさんで買えるジオラマ用の砂と砂利なんですが、これを容器に1対1ぐらいで入れて指で混ぜて紙粘土部分に振りかけていきます。この時めちゃくちゃ散らかるので新聞などを下に引いた方がいいですね。僕は後片付け地獄を見ました。で、こんな感じでパラパラパラっと指で振りかけていきます。もちろんサイドの部分にもしっかりと振りかけていきます。こうすることによって地面のデコボコした質感になります。量はこれぐらいで大丈夫です。で、すみません。先に謝っておくと最終的に真ん中の部分は見えなくなってしまうのでいらなかったです。そしてこちらふりかけ粉ですが、少し岩の部分にも砂を足しています。
で、ここで最初に作った岩が長すぎてあまりにも違和感があったのでカットしていきます。人生間違いだらけで間違いなしって三尾さんも言っていたので問題ないでしょう。で、結局全体的に結構切りました。で、切った断面も直線にならないように断面をさらに細かくカットしていっています。で、調整後はこんな感じです。そしてカットした断面をもう一度ハンダゴテを当てて荒らしていきます。こんな感じでいつでもリカバリーできるので気軽に制作していってください。そして一晩置いて紙粘土が乾いたらグルーガンを使って支柱をより強固に固定していきます。こちらも100均で買えるありがたい時代ですよね。で、ガンガン支柱の周りにグルーガンを打っていきます。それから裏面もグルーガンを打っていきます。最終的に少し支柱を裏側から出るぐらいで固定しました。そしてスタンドの部分に当たってしまうので、こちらはラジオペンチでカットしました。これぐらいならスタンドの強度も落ちないので安心してください。フェーズ4ベース塗装。次は塗装に入っていきます。こんな水性ペイントが100均の DIY コーナーで売っていますので、こちらを使って全てを真っ黒に塗っていきます。筆は幅が広い平筆がいいです。ではしっかり塗料を振って少しだけ水を足して塗っていきます。商品によって塗料の伸びが違うと思うので塗りやすい濃度に調整してください。それを漆黒の闇にしてやるというぐらいしっかり黒く染め上げていきます。こちらが塗り終わって1時間後ぐらいです。本当にフレームから何まで全て真っ黒にします。裏面はそのままでいいですよ。で、かなりドアップで見てみると濡れていない箇所があると思います。これは凹凸が細かすぎて塗っている時は表面張力で真っ黒に見えるんですが、時間が経つとこのように濡れてない箇所が出てくるんですよ。あとは今回かなりいびつな形なので見る角度によって塗り残し箇所が見つかると思います。なので必ず2度塗りして真っ黒にしましょう。フェーズ5エフェクト制作。ではベースの乾燥を待っている間にエフェクトに使う綿に色をつけていきます。こちら購入時はちっちゃかったんですが、一度開けると膨らんですっごい量に乗って画面パンパンになってしまいました。で、こちらをウェザリングカラーのシェードブラウン、マルチグレー、ラストオレンジで色をつけていきます。それぞれの紙コップに塗料を入れてラップをした容器を用意します。綿をちぎってそれぞれの紙コップに入れて、あとはもみもみするだけ。一部分だけ塗料を吸ってしまうのですが、そこに押し付けて絞り出しつつ全体に色がつくようにしていきます。こんな感じに全体にまばらに色がつけば OK です。完全に均一に色がつかなくても濃淡がある方が使う時にリアル感が出ます。そしてお前この野郎ウェザリングから100均じゃねえじゃねえかって方がいらっしゃると思いますが、もしなければアクリル絵の具で調色して水で薄めて使っても大丈夫なので、そちらの方法で綿に色をつけてください。で、混ぜ終わった後なんですが、塗料が残っているのである程度絞ってから容器に移して一晩乾燥させます。フェーズ6カラーアップ。では真っ黒にしてしっかり乾燥させたら色をつけていきます。今回は鉄血のオルフェンズ仕様なので火星っぽくしたいので赤茶色を作って塗っていきます。では紙コップに自分が思う火星の赤茶色を作って塗っていきます。この時フレームは塗らないようにしてください。はみ出た紙粘土部分までを塗っていきます。それ以外は黒を塗った時と一緒で全部塗っていきます。横の部分はここまでですね。ここの紙粘土の部分まで塗っていきます。こちらが塗り終わりですが、そうです。黒と同じ 100% 塗ったと思っても塗り残しがあるので、今回はそれで OK です。塗り残しから見える黒がこれから生きてくるので、赤茶色は1回塗りでおしまいです。アップで見るとこんな感じで9割方塗れていれば OK です。そしてこの時の赤茶色は捨てずに紙コップにラップをかけて輪ゴムをつけて取っておいてください。そしたらまた乾燥まで半日から1日待ちます。
乾燥が終われば今度は黒と白を調色してダークグレーを塗っていきます。この時最初に塗った黒が少なくなっていたので黒の容器の方に白を混ぜて作っています。こんな感じの色にしました。それを筆についた分だけパレットにこすりつけて筆から塗料を落としていきます。最終的にはティッシュで拭いてほとんどティッシュにつかなくなるぐらいまで拭き取ります。要するにドライブラシをしていきます。で、調整が終わればジオラマ全体にドライブラシしていきます。勝手に凹凸部分のエッジに色が軽く乗っていきますので、いろんな角度からとりあえず筆をいっぱい動かして塗っていきます。で、こちら塗り終わりです。パッと見わからないぐらいの色味がベストです。比較するとこんな感じでかすかにエッジにダークグレーが乗っています。そしてパレットに広げたダークグレーにさらに白を追加してもう一段階明るいグレーを作って同じようにドライブラシしていきます。ここからはかなりはっきり効果が見えてくると思います。はい、塗り終わりです。明らかに火星の岩っぽくなってるでしょ。アップで見てみたらしっかりとグラデーションがかかっているのがわかりますよね。で、またデジャブなんですが、もう一段階明るいグレーを作って塗っていきます。パレットの外側が先ほどのグレーで、その比較がわかると思います。かなり明るめのグレーにしています。はい、これまた同じ作業をします。リプレイかってぐらい変わらない絵面ですね。そしてこちらドライブラシが終わったのですが、もしドライブラシの時に塗りすぎてしまった箇所がある場合のリカバリーについて説明しておきます。赤茶色を捨てずに取っておいてくださいと言っていたのですが、この赤茶色でドライブラシしてつきすぎてしまった箇所をなじませてリカバリーしていきます。気になるところドライブラシ、これで全体のバランスを調整していきます。そしてこれが完成ですね。黒、赤茶、グレー3色の計5色でグラデーションをかけることによってリアルな質感と立体感が出てきます。サイドはこんな感じです。次はいよいよファイナルフェーズ、仕上げ。では仕上げに入っていくのですが、綿が全然乾いていなかったので、そんな時はキッチンペーパーでぎゅうぎゅうに絞って余計な塗料を締め出していきます。手袋した方がいいです。めっちゃ手汚れました。で、それが終われば綿をちぎってダマになっているところをほぐしつつ仮置きしていきます。今回外側にオレンジ、真ん中の1段目にシェードブラウン、2段目にグレーのつもりだったのですが、すみません。今回オレンジの煙がいまいちだったので、シェードブラウンとグレーの2色を採用しました。本来はこんな感じだったのですが、最終的にこの2色になりました。この時の綿の量は気持ちマシマシにしておきます。そして真ん中は少し渦状に巻いています。横から見るとこんな感じです。では今置いているだけなのでボンド水を作って固定していきます。今回のボンド水はシャバシャバぐらいにボンドを薄めて使います。それを綿の根元部分につけていきます。こちらもまた綿に弾かれやすいのでしっかりと筆で押し付けて濡らして土台につくようにしていきましょう。アップで見るとこんな感じで綿の表面張力でボンド水が弾かれるのでしっかり押し付けて固定していきます。では再び乾燥させてから次は綿の調整に入ります。固まってダマになっている部分を手や爪楊枝などを使ってほぐしていきます。そして一番先の部分は最後手でちぎるといい感じに煙の消えかけたような毛先になります。これをちま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 と全体にしていきます。調整が終わり最終的にこれぐらい綿をちぎったので、初めは気持ちマシマシに綿を置きましょう。これでようやく全ての工程が終わりました。こんな感じの仕上がりで、綿は根元しか固定していないのでその都度角度を変えたりいじることができます。ではバルバトスを乗せて見ていきましょう。
いかがだったでしょうか。このように縦でも横でも使える遊べるジオラマを作ってみました。素材はすべて100円均一で揃うもので、手間と時間は少しかかりますが、技術は一切いらなくて誰でも作ることができます。固定しないので、いつでも触ってポージングを変える楽しみも魅力です。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。何か一つでもためになれば幸いです。ではまた。